こんにちは、シャチパンです。今回ご紹介するテレビはこれ。TCL の65インチのミニ LED テレビ 65C8L です。このモデルの最大の特徴、それは従来の量子ドット技術を進化させたスーパー量子ドットを採用していることです。家電 YouTuber としても到底スルーできないこの技術。スペック的には人の目で見える色ほぼ全てをテレビで再現できるとしています。ただ皆さんが一番知りたいであろう、果たしてその実力は本物かというところ、今回も測定器を用いて検証していきますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。今回は画質、便利機能、録画、サウンド、背面端子、価格、気になったところ、総評という流れでご紹介していきます。まずは画質について。本モデルの一番のポイントであり、皆さんもここは一番気になっているところだと思うので、少し解説を厚めにします。公式のスペック上は最大ピーク輝度5500ニート BT2020-100% という化け物パネルですが、実際のところどうでしょうか。今回ご紹介する65型のパネルはコントラストの数字的には VA パネル系。一般的にコントラストには優れますが、肌色で確認するのが分かりやすい視野角は斜めから見るとやや白っぽく、そしてコントラストが低下する特徴があります。このクラスのパネルは VA 系でも高視野角なので、ほとんどの方は気にならないかもしれませんが、このテレビの最大パフォーマンスはやはり真正面からの視聴かなと思います。パネルの表面加工はコストのかかったグレアタイプを採用しており、黒表現に優れます。鏡のような映り込みも反射防止シートで気にならない程度に抑えられているのもポイントが高いです。ハーフグレアでは味わえない上質な映像が楽しめるでしょう。映像の迫力に直結するピーク輝度性能はこんな感じ。横軸は画面全体に対する白画面比率、縦軸は明るさです。通常モードで最大4300ニト、国内のフラッグシップモデルと比較しても同等以上の輝度表現です。ただこの輝度出力は長く維持できず、数秒で落ちていく仕様ですが、ハイライトが続くコンテンツもそうそうないので問題となることは少ないでしょう。割と小さな領域の輝度表現も2000ニト近く出ており十分。全白では1000ニトを割ってきますが、これ以上明るいと逆に眩しいので個人的には気にならないです。 LED のエリア分割数は2040。エリアイメージとしてはこんな感じ。液晶テレビとしてはこちらもトップレベルです。色表現は本モデルからスーパー量子ドットを採用しています。スーパー量子ドットとは簡単に言うと、従来の量子ドットを多層構造にしたものです。強体域のカラーフィルターと組み合わせることで、より純粋な赤、緑、青光を抽出。結果として色の表現範囲を大きく向上したとしています。こちらも実際に測定してみましょう。スーパー量子ドットを新採用した色表現はスペクトル的にはこんな感じ。光の三原色である赤、緑、青が混色少なく取り出せていることがわかります。色の純度具合はスペクトル幅が狭く鋭く立ち上がっていることが性能の高さを表します。シャチパンの手元にある量子ドット採用パネルと比較すると、スペクトル自体に明確な差は正直見当たりませんでしたが、 BT2020 のカラーカバレッジ的には 90% という非常に高いスコアが出ました。通常液晶ではせいぜい 60%、量子ドットでも 80% が多いテレビの中では確実に優れています。これは色を取り出すカラーフィルターの進化が大きく寄与したと考えられ、単色スペクトルを見てみると赤と緑がきれいに取り出せていることがわかります。特に赤は色度図上でもほぼ理論値で、美しい本物の赤を堪能できるでしょう。公式のスペック値である最大ピーク輝度5500ニトはパネルポテンシャルのことで、BT2020-100% はカバーカバレッジではなく
RGB の点を結んだ色表現の大きさのことなのかなと思いましたが、ともあれ従来のテレビから確実な進歩が見られました。明るさは少し明るめの忠実性重視、色は広い色表現を生かしたやや派手め寄りなテイストです。 TCL のテレビというと映像をかなり明るめにアレンジすることが多かった印象ですが、今回は忠実性に寄せており、個人的にはこっちの方が好みです。国内メーカーが得意であった地上波の映像も十分綺麗で、テロップなどは国内メーカーよりノイズ少なくくっきり見えます。地上波を見るなら国内メーカーという謳い文句はもう通用しない時代となったかもしれません。その他にはコンテンツに合わせて色や輝度を最適調整する AI による高画質処理や、ゲームモードでは VRR に対応し 4K 映像でも 144Hz まで対応。これはゲームをやられる方には嬉しいポイントです。続いて便利機能3つほどご紹介します。1つ目は Google TV 搭載ということで、リモコンのホームボタンより様々な動画配信サービスにアクセス。 Google プレイストアより好きなアプリをダウンロードすることができます。アプリはエンタメやスポーツなど多くあり、このようにボタン1つで好きなアプリをインストールできます。2つ目はスマホ連携。スマートフォンの画面をテレビに映し出せます。 iPhone も Android スマホも両対応となり、写真や動画を楽しめます。それから YouTube などのアプリもテレビにキャストでき、スマホ操作でコンテンツを気軽に大画面で楽しむことができます。これが結構便利です。3つ目はリモコン。 Bluetooth に対応しており、電源ボタン以外はテレビに向けなくても操作ができます。操作がしやすいです。さらにリモコンの VOD ダイレクトボタンが10個あり、Netflix や Unext、YouTube など主要な動画配信サービスにワンプッシュでアクセスでき便利です。音声入力にも対応しています。リモコンの作りもしっかりしている印象で、安っぽくないのもいいポイントです。また今年の夏には生成 AI であるジェミニがアップデート搭載され、対話形式での番組検索やおすすめ表示、ライフスタイルのサポートが予定されています。次に録画機能。地デジ、BS-CS 放送、4K 放送とそれぞれチューナーを2個搭載しているので、番組を楽しみながら裏番組の録画まで対応。録画方法はこのように番組表の画面から行います。録画予約した番組は赤いマークがつき、一目でわかるようになっています。ただ同時録画番組数は1番組までとなりますが、重複し録画できないはずでも番組表には複数マークがついてしまうのは少し分かりづらいかなと思いました。録画番組一覧は録画リストボタンからワンプッシュでアクセス可能。未視聴番組、ジャンル別に分けて見ることができます。番組再生にはオートチャプターがつきませんが、早送り、巻き戻しは32倍速まで対応。15秒送り、戻しのアイコンは今期からなくなりましたが、再生バーのところで30秒送り、15秒戻しができます。オートチャプターがないので一気に飛ばすことはできませんが、早送りや巻き戻しがあるのでそこまで不便に感じませんでした。なお今期のモデルから2倍速までの早見再生に人知れず対応しました。次にサウンドです。サウンドはデンマークの高級オーディオブランドのバング&オルフセンと共同開発した音響システムを搭載。空間全体を音で包み込む立体音響効果を目指したとのことです。周波数特性的にはこんな感じ。周波数特性は横軸周波数、縦軸音の大きさのグラフで表され、低音から高音までの音がどれくらい出ているかを確認できます。帯域別に見ていくと、まず低域は 60Hz 付近から出ているでしょうか。この帯域から出ていると低音もそれなりに出るでしょう。途中落ち込みはありますが、映画などでも迫力が期待できそうです。中低域、それ以降の中域はそれなりに歪み大きく、
音のクリアさに影響しそうですが、フラットを維持。広域、超広域で徐々にフェードアウトしていく特性です。全体的にはフラット寄りな特性で、素直な特性と言えそうです。さすがにテレビに搭載できるスピーカーは小型なので、専用機などと比べると歪みも大きく出ていますが、テレビとして見れば致命的な落ち込みは少ないかなと思いました。ちなみに普通の汎用モニターなどについているスピーカーの特性はこちらです。こんなに歪みがあると音質を期待するのは絶望的となります。Dramatic love is never exist. Really, I never trusted that you can trust me, maybe. I still wanna hope if you don't mind, stop me right now. Or I'm lost in the deep darkness. Dramatic love.続いて背面端子。背面向かって左側にまとまってあります。上から通常録画用の USB 端子、動画・写真再生用の USB 端子、その下には LAN ケーブル用端子。LAN は有線接続してもいいですが、無線接続にも対応しています。その下には HDMI 入力端子が3つあり、それからBS-CS アンテナ入力、地デジ用のアンテナ入力端子、最後に市販の AV ケーブル用のビデオ入力端子、音声出力用の光デジタル端子という構成です。ゲームで使う 4K144p 入力端子の HDMI 端子は今回より3つに増えています。EARC にも対応しているので、音響の劣化なくサウンドバーを安心して接続することができるのは嬉しいポイントです。表示遅延は 120p の PS5 想定信号で約 1.5 ミリ秒。一方 60p のスイッチ2想定信号で 2.5 ミリ秒でした。ゲーミングモニター並みの表示遅延で、テレビでこのスペックはトップクラスでしょう。低遅延をスペックに謳いながら 60p は表示遅延が大きいテレビは実は多くありますが、両方低遅延なのはゲーマーの方には嬉しいポイントです。テレビを支える中央のスタンドは横39センチ、前に17センチ。スタンドは結構大きめで後ろにもせり出しているので、サウンドバーをテレビの前に置く場合はそれなりの大きさのテレビボードが必要です。本体は薄くコンパクト、ベゼルも銀縁になっており、デザインにもこだわりが見られます。首振り機能はありません。次に価格です。このサイズと機能で税込み34万1000円となります。インチ展開は55インチから98インチまで幅広く対応。実力スペック的には他社のフラッグシップモデルに匹敵する本モデル。価格も他社と比較して10万円前後安いところからのスタートです。TCL は主要部材から完成品まで自社生産体制を敷いており、その強みが価格に生かされている印象を受けます。ミニ LED テレビシェアも気づいたら世界1位となり、今年ソニーのテレビ事業と合弁会社を設立し、実質的な主導権を握りました。今最も勢いのあるメーカーです。続いて気になった点です。2点ほどご紹介します。1点目は録画機能周りです。同時録画番組数が1番組ということで、録画をたくさんしたいという方は少し気になるところかもしれません。TVer などの VOD と併用することで問題となるケースは少なくなるとは思います。また、録画番組リストもジャンル別に加え、曜日別の分類ができれば、さらに録画番組を探しやすいかなと感じました。いずれも慣れで解決できそうではあります。2つ目は暗部の特性です。これは人の好みによるところもありますが、暗部の階調特性がやや悪いかなと感じました。テレビへの入力信号がどれくらいの明るさで表示されるかを表した EOTF カーブを測定してみても、暗部の階調の表現が
理論値に対してある一定の明るさにクリップしているのがわかります。漆黒の表現自体はいいのですが、暗いんだけど少し信号のある部分がやや白っぽく浮いて見えます。これは暗部の視認性を上げる狙いであえてこういう処理をしていると思いますが、夜景やイルミネーションなどの映像で少しライト周りが白くボケて見えるケースがあるかもしれません。暗部以外の特性はアレンジ少ない忠実性重視の特性です。最後に総評です。本モデルはミニ LED スーパー量子ドット採用と非常にリッチなスペックを持ちながら TCL の強みでもある価格を抑えたコスパに優れるモデルです。その上 Google TV ということで多くのアプリに対応、 Chromecast 機能、 HDMI 端子も今期より3端子すべて 4K144Hz 対応となりました。価格もこのクラスのテレビの中ではお手頃感があり、世界最高峰のパネルが織りなす映像美を体験してみたい方、大きいだけのテレビではなくしっかり映像もこだわりたい方、メインテレビをお探しの方など幅広くおすすめできるかなと思います。そろそろそのテレビ測定したいんだけど。何？そのテレビ測定したいんだけど。何？わかんない。何言ってるかわかんない。そのテレビ測定したいんだけど。いや、ちょっと待って。すごい。いいにして。なんでだろうね。